どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年15号、ワンピース最新話1077話、早く気づくべきだったを考察します。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。いつものように1077話の話数の理論から始めましょう。まず1077話の類似話数は77話と177話です。77話では子供を救うベルメールさん。ベルメールさんは孤児だったナミとノジコの育ての親です。このベルメールさんの影響からナミは子供にだけは優しい。エッグヘッド編とつながるパンカーザード編でナミは子供いないて助けてって言われたらもう背中向けられないじゃない。ナミは子供には背中を向けない。1077話のキーワードはこの背中でしょう。そんなナミの育ての親ベルメールさんは魚人アーロンに銃で殺されました。そのアーロンを解放したのはジンベエでした。これが77話から始まったナミと子供と魚人のストーリー。一方1077話でナミは子供のセラフィムジンベエ S シャークとの戦いに苦悩しています。1077話と77話はナミと子供と魚人で繋がっています。一方177話はロギア系クロコダイルと戦うルフィ。砂のクロコダイルにルフィの攻撃はまるで通じない。1077話でもルフィの攻撃がセラフィムにまるで通じない。次に1077話の反転話数も考えましょう。1077話をひっくり返すと771話ベビー5の子供時代の話。母親から必要とされていないベビー5はナミとは真逆でしょうか？またベビー5は自分の頭を銃で撃とうとしています。一方1077話ではシャカが銃で頭を撃たれました。ベガパンクシャカを撃った人物が同じベガパンクならそれはある意味で自分を撃ったことになります。一方事前の177話の予想では771話のラオジーとのつながりから1077話には五老星サターン星のクローンが登場すると予想しましたが1077話には登場していません。しかしシャカを撃った人物は誰でしょうか？まだわかりません。また2週間前の語呂合わせ予想についてはかなりの角度で的中できたかもしれません。2週間前このように予想しました。こちらです。そんな1077話の話数の語呂合わせ予想1つ目は死なない。死なないというのはどうでしょうか？10は中国語で死と読むので死です。しがない科学者ベガパンクの脳みそパンクレコーズがエッグヘッドを支配している話か、もしくは攻撃無効のセラフィムの話か。1077話の話数の語呂合わせ予想2つ目はインナーチャイルド。インナーチャイルドというのはどうでしょうか？インナーチャイルドとは内なる子供、人が持つ子供のような側面という意味ですから、セラフィムが子供のような側面を見せるのか。1077話の話数の語呂合わせ予想3つ目は人の七難。人の七難というのはどうでしょうか？日本のことわざ人の七難より我が十難。その意味は他人の欠点をすぐに7つ挙げられる人でも自分の欠点が10あることに気づかないという意味です。ゾロが暴いたルナーリア族の弱点、移動中なら攻撃が有効。このことにセラフィムたちは気づいていないのか。以上です。このように2週間前に予想できました。これらを踏まえて本編の考察のスタートです。1077話のスタートは傷ついた戦闘丸。戦闘丸はオーネグリフを解読したことでバスターコールを受け、かつて世界地図から消えたオハラの地について語り、エッグヘッドも同じような悪い予感がすると住民たちに逃げるよう指示しています。これが1077話の話数の語呂合わせ1つ目、イレイナ地。イレイナ地でしょう。7は中国語で地なので地です。異例とは命令に反すること。オハラはまさに異例な地です。ちなみにバスターコール関連の反転話数は391話作為。バスターコールによって島が地図から消えたオハラとプルトンを求めているスパンダム。391話の反転話数が193話戦。島一つを消し飛ばすプルトンを求めているクロコダイルです。場面が変わって司令室のルフィたち。ルフィはコンゴールガン、ルッチはシガンオーレン、それぞれを S 部屋に放ち、一方 S ホークには
核が乱脚乱、ゾロがチシソンソンを放つ。しかしセラフィムたちはノーダメージ。セラフィムはルナリア族のキングことアルベルをベースに作られた最強の人類、人造人間です。これが1077の話数の語呂合わせ2つ目、死なない。死なないでしょう。どれだけ攻撃を与えても死なないセラフィム。そんな耐久力が高いセラフィムたちを見たルフィはワノ国で戦ったカイドウを思い出しています。カイドウもまたバンカーザードでベガパンクの研究対象でした。キングからセラフィムが生まれたなら、カイドウから生まれた人造人間がいてもおかしくはない。今後もしかするとカイドウベースの人造人間が登場するかもしれません。それはもしかすると竜と竜つながりで天竜人五老星のクローン、そんな可能性もあるのでしょうか。一方でゾロはキングを思い出しています。セラフィムはルナリア族の血で強化されたという釈迦。セラフィムとはキングプラス七部会のクローン。七部会とは王、キングの下と書いて王か七部会。ならば青龍のカイドウプラス天竜人五老星、竜神カイドウベースのクローン戦士、そんな可能性もあるのでしょうか。ベガバンクは過去に桃之助の悪魔の実青龍のコピーを完成させています。それを応用した戦士が登場してもおかしくないでしょう。とにかくゾロが暴いたルナリア族の弱点は移動中は背中の炎が消えて攻撃が有効になる。これが1077の話数の語呂合わせ3つ目、火の背中。火の背中でしょう。7は英語で7なので背です。火の背中の語呂合わせが成立するのは1077話だけです。ゾロは無駄な体力をみんなに使わせたと謝罪しますが、これが1077話の話数の語呂合わせ4つ目、人の七難。人の七難でしょう。日本のことわざ、人の七難より我が十難。その意味は他人の欠点をすぐ7つ挙げられる人でも自分の欠点が10あることに気づかないという意味です。2週間前、この語呂合わせを考えて予想した時は、セラフィムの弱点が背中の炎であることにセラフィムたち自身が気づいていないと考えましたが、気づいていないのはゾロの方でした。お前かい。ちなみにゾロと背中と S フォークといえば、背中の傷は剣士の恥だ。見事。このシーンともつながるので見事です。そんな戦いの中、釈迦はベガパンクの本体ステラの居場所に心当たりがあると移動します。心当たりがあるなら全員をチーム分けしてラボを探さなくてよかったじゃんなんて突っ込むのは野暮でしょうか。場面は変わってナミサイド。ナミはライウンゼウスで S シャークを攻撃中。S シャークによってすでにブルックは首をはねられ、エジソンは反壊しています。そんな S シャークはもはや可愛い子供ではない。目の前にいるのは殺戮マシーンだと自分に言い聞かせ、子供と戦うことに苦悩するナミ。この辺が77話とつながっています。ナミはライウンゼウスで内定を放つ。この時のナミはもはやパンツ丸だし、しかし S シャークはノーダメージ。これが語呂合わせ死なない。ついでにブルックも死なない。立ち上がり再び襲いかかる S シャーク。その時怒りのサンジが超スピードで登場。オンドリアストライクを S シャークに放ちました。ツーシーの犬となっていたサンジがナミの悲鳴で駆けつけました。サンジは見聞色に特化しており、ファンカーザードでも泣いているタシギを救うために突然現れました。場面は変わってフランキー・ウソップサイド。 S スネークと戦うリリースはバブルガンを発射。 S スネークはバブルに触れると力が抜けてしまう。最強の銃バブルガンのバブルは海のエネルギー、つまり海楼石と同じ効果を持っている。故にそれはグリーンブラッドを装備したセラフィムの弱点。最強の人類と言われるセラフィムですが、弱点は3つ。背中の火が消えた時は無敵じゃない。命令によって行動は制限される。そして海楼石に触れたら力が出ない。悪魔の実の能力を無効化できる黒ひげの闇闇の実や海楼石を装備したスモーカーの十手のような対悪魔の実における最強の武器バブルガン。一方マーク3はバブルシールドを装備していますから、こちらも悪魔の実の対策がバッチリです。バブルなら点ではなく面で攻撃できる。フランキーはバブルを S スネークの上に乗せました。フランキーは観念しろガキめ
と笑いますが、スネークは可愛く、わらは苦しい。これにフランキーはたまらず謝罪。その隙をついてスネークはPerfumeフェブルでフランキーを石化。さらにはリリースとウソップも推しの目ウインクで2人をデレデレにしてメロメロメロで石化。これが1077の和数のボラセ5つ目、インナーチャイルド。インナーチャイルドでしょうか。インナーチャイルドとは人が秘めている内なる子供心。さらに1077の和数のボラセ6つ目はセチナリ。セチナリでしょう。セチナリとは世当たり上手、抜け目がないという意味です。子供らしさと女らしさを同時に使いこなす世当たり上手なガキスネーク。ウソップ、フランキー、リリース、ヨークが石化しました。頭だけのピタゴラスは無事です。この4人の石化はどのように解くのでしょうか。ハンコックは石化について自分だけが解けると言っていましたから、おそらくスネークにしか石化は解けません。するとやはり以前も考えたようにアマゾンリリーの時と同じようにスネークがルフィに惚れて解除する流れでしょうか。ここで考えたいのは殺戮マシーンです。1077でナミはセラフィムを殺戮マシーンと呼んでいます。殺戮マシーンといえば676は完全なる殺戮兵器。676話については1年前このように考えました。こちらです。以前も考えましたが、ルナーリアは語呂合わせ的にはルナーリア。676話です。676話は完全なる殺戮兵器。こちらの扉絵をご覧ください。奥の方で石炭が燃えています。さらにツイッターで教えてもらいましたが、王冠をつけたルフィはまさにキングであり、さらに百獣の王ライオンが空を飛んでいます。これは百獣海賊団の空飛ぶキングのイメージでしょうか。そして時計は13時。トランプカードにおいてキングのカードは13です。そして決定的なのがワンピースのロゴマーク。そこには赤いダイヤモンドがついています。これがルナーリア族ダイヤのキングの苦戦なのかもしれません。やはりルナーリアの語呂合わせは676はルナーリア、完全なる殺戮兵器でしょう。そんな676話では死の国に触れた者たちが次々に固まっていきました。こことつながっているのが1077話のスネークの石化でしょうか。さらにルフィは676話で海楼石の鎖で動けない。1077話のバブルガンともつながる。つまり火の背中のルナーリア。1077話は676話とのつながりも見出せます。場面が変わって地下の旧悪魔の実研究室。シャカが階段を降りていくと、そこには囚われたベガパンクステラとサイファーポール。驚いたシャカがステラに駆け寄ると、ステラは誰と来た？シャカの背中背後の人影に気づく。するとなんと謎の人物が銃口を向けて自分の予言通り死んじゃったの？エッグイヘッドショットでシャカがお釈迦に。見聞色が強いサンジも未来予知ができるルフィも気づくべきなのになぜか誰も気づかない。謎の人物は覇気を探知されないゴーストをつけているのか。それはシャンクスの能力と同じ見聞殺しのような能力か。この謎の人物とはあのカメコに一瞬映ったサタン星のシルエットに似ている人物なのか。1077話の反転話数である771話にはラオジーが登場。ラオジーは元天竜人ドフラミンゴに従う老人であり、エッグヘッド編とつながるバンカーザード編の黒幕は元天竜人ドフラミンゴでした。こことつながるなら黒幕は天竜人五老星のクローンか、それともそのまま自分の父親を銃殺したドフラミンゴのセラフィムなのか。そんなエッグヘッド編はビデオゲームがモチーフだとずっと考えてきました。するとエッグヘッド編が始まる105巻の告知動画ではビデオゲームがモチーフでしたから、この考察は的中しているでしょう。そしてエッグヘッド編はゲームの世界を描いた映画トロンがモチーフだとも考えてきました。そこからエッグヘッド編の真の黒幕は前回の動画でマスターシステム、つまり自我を持ち始めた8人目のベガパンク、パンクレコーズなのかもしれないとも考えました。なぜなら映画トロンの黒幕もマスターコントロールプログラム MCP だからです。エッグヘッド編の真の黒幕は誰か楽しみです。
続いては次号1078話の展開を話数の理論から考えていきましょう。さて、次回のワンピースはまずは1078話の類似話数から考えましょう。1078話の類似話数は78話と178話です。78話はベルベールさん。アーロンに銃殺されたベルベールさんは今回銃殺されたシャカとつながるでしょう。178話でもルフィがクロコダイルにやられています。次に1078話の反転話数も考えましょう。1078話をひっくり返すと871話頑張れシーザー。ビッグマムの縄張りから逃げるシーザー。ホールケーキ編のシーザーはベガパンクのイメージだと考えられます。なぜならベガパンクの語呂合わせはベガパンク858話だからです。858話にはパンクヘアのシーザーが登場しています。これがベガパンクのイメージ。そんなシーザーは871話でもう一人のシーザーと遭遇。これはブリュレの鏡の能力ですが、こことつながるならベガパンクの敵はベガパンクでしょう。それはベガパンクの脳みそ8人目のベガパンク、パンクレコーズマスターシステムなのか。さらに871話ではステューシーが本性を表しています。ステューシーも黒幕側の一人でしょうか。そんな1078話の話数の語呂合わせ予想、一つ目はトウナンバー。トウナンバーというのはどうでしょうか。1から6までのベガパンク、タテライトのナンバー、それ以外の番号を持つベガパンクが黒幕なのか。1078話の話数の語呂合わせ予想、2つ目は人の名は。人の名はというのはどうでしょうか。黒幕の名前がついに明かされるのか。1078話の話数の語呂合わせ予想、3つ目はトーチャー。トーチャーというのはどうでしょうか。トーチャーとは拷問や苦悶のことです。唯一の希望、シャカが殺され解放の望みを失った獄中のベガパンクとサイファーポール。彼らを解放するのはやはり解放の戦士、太陽の神ニカでしょう。トーチャーがあるならトーチヤントーちゃんで次回は馬の話の可能性もあるんじゃないの。以上です。皆さんどう思いましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。